ハローこんにちは。 T1vs コンドゥフリックスセカンドゲーム。T1？ あ、そうか。コンドゥフリックスが負けたからブルーサイド選択ってことね。T12 試合連続レッドサイド。セジュアにファーストピックだとゼリユーミ空いてるし、アフェリオス・ミリオ空いてるのに T1 もう一回アフェリオス・ミリオを取ります。セジュアにファーストピックだとピック一緒ですね。さっきファーストピックセジュアニだったかどうかは覚えてないけど、セジュアニファーストピックマジ？アジール一緒ですね。CBMAX これやるよな。ピック版一緒でタリア・パンティオン、グリフィン時代によくやってた。俺の構成は完璧だ。選手たちがミスを犯した。もう一回やれ。大体そういう時負けるんだけど、T1 側はね勝ってるわけだからもう一回やりたいですよね。Especially when you consider that the Wukong is going to be very weak in the early game, it's going to work towards some of your goals, but ここでピック版変えてくるか？ Apparently we're just running it back. Okay, so yeah, we're just going to go through the same draft again. ゼリユーみたいアフェリオス・ミリオは結局ボトムでね、アフェリオスたちがタワープレート取ってレーン押し込んでドラゴン取る、そういうゲームになってしまいます。ミッドは変えるだろうね。エズリアルっていうチャンピオンが良くなかったかな。ドラゴンを取られたくないわけだから。アジールに対して何を出すんだろう。今回はヨネ版セジュアにファーストピックするぐらいだからヨネとか用意してきてんじゃねえのと。 T1 は全く一緒です。さっき見せた構成が完璧な構成だったのかな。エズリアルちょっと待って、トリスターナ変えました。エズリアルがダメだったと。そしてジャックス。 T1 はグラガスじゃない？ジャックス相手はクイーン。ジェイスもありっちゃありだけど、まあジェイスはやんねえか。ジェイス見てベイン。おい、勝った側が同じ構成ってマジ？普通相手のさ強かったチャンピオンバンするじゃん、負けた側って。例えばミリオとかアフェリオスとかの途中まで構成コンドゥも一緒で、さすがに最後の2体変えたけど T1 は全く同じ構成。おもろ。エズリアルはなしと。トリスターン。そしてトップは先出しジャックス。グラガスはめちゃくちゃきついですよ。ビンじゃなければ。中国のトップレーナービンはさ、ジャックス先出ししてグラガスしばいてたんだよね。それができればジャックス有利取れるだろうけど、一般のジャックスはグラガスにしばかれるからな。ハローこんにちは。 T1vs コンドゥフリークスセカンドゲーム。構成一緒です。 T1 は勝ったからね、この構成で。コンドゥフリークスがミッドとトップを変えました。ミッド ADC を取るときって基本マオカイジャングルを取るんですけど、今回セジュアニでこれをやるんだ。ボトムのマッチアップがやはり重要になるんですけど、このマッチアップはさっき見たからな。
ユーミの Q すんげえところに飛んでった。I think that one thing that this Kwangdong draft does that's very different with the Renekton versus the Jax and the Tristan obviously versus ユージは韓国現地の会場でロルの試合を見たことある？あるよ。ロルパークができる前の LCK 会場行って弟と一緒に行ったかな。1人200円1シリーズ2000ウォン。グリフィン VS ジェンジーの試合見た。クソほど面白い試合だったね。1年に1回見れるかどうかのクソファッキン神試合見た。ターザンのイブリンがウルト使ってバックドアしてピンクワードはめて、そこからチョービーがテレポートしてバックドアするみたいな試合。あれ現地で見れたのすげえラッキーだったんだよ。そう、しかも安いんだよね。1シリーズ200円よ。その建物探すの大変だったけどな。タクシーのおっちゃんに連れてってもらってさ、なんか違うところに降ろされて、あれなんか女の子がすげえ並んでると思ってさ、あ、ここなのかなって言ったら多分芸能事務所かなんかのそっち側のテレビ局かなんかで女の子がすんげえ並んでた。さすがにそこは LCK 会場ではなかったですね。でも LCK 会場も女子多かったけどな。なんかカップルが多かった。おう、でここでトップギャンク決める。グラガス有利マッチアップなんですけど、セジュアニのギャンクが刺さります。Get that Jax ahead. That's the name of the game. They feel like, okay, Dudu's got no flash. We're safe up here, but unfortunately, Sejuani and Jax have great synergy. Was able to get on top of 日本はさ、オフラインがあった時いくらだったんだっけ？ You know, he's not going to be able to use that for any follow-up. 吉本無限大ホールだったかな。One more time. Taeyoon holding his own here. But one thing I was going to mention that you mentioned also. 韓国は1シリーズで見れたけど、多分今も見れるんだけど、日本はなんか全試合とかじゃなかった。ボトムはミリオ・アフェリオス、トップはジャックス、キルはセジョアニか。でポッピーここでボトムダイブを見るのか。ボトム押し込んであるからゼリの HP も少ないし分かってます。セジュアニもすぐにボトムで戻ってくる。フラッシュ使わせる。ポッピーフラッシュで離脱。ゼリのフラッシュとゴースト使わせた。これでボトムレーン T1 楽になります。Tossing some Aries at him. As in goes Dudu and Zeus. ザックスが飛び込んできてもね、グラガス畑落とせるから強いよね。Yeah, it's weird how the counter strike becomes the first strike actually, and the body slam becomes the counter strike actually. Oh yeah, true. It's kind of weird how that works out. It is a bit strange. They should just swap the names. Yeah. Because then just turn Jax. Oh no. It's counter strike and then counter strike 2. お、ユーミ束縛して乗らせないようにしたぞ。As Jun is in a little bit of trouble, but he'll still be able to go home. Should be A-okay as Taeyoon will be able to skate his way back to lane. フェイカー、ウェーブをフリーズしててバックするのが遅れてしまってダイブを狙われるが欲張らないでテレポートを使います。あそこでバックキャンセルしてたら狙おうとしてたのかな。Still nearly a plate and a lot of damage coming through as Bulldog rushes over to that. Sejuani not able to pick anything up. Dudu is very low. お、6になった瞬間にウルトを使ってソロキルを狙う。And Zeus doesn't look too interested in going for any sort of a solo kill or anything like that. Doesn't have flash, doesn't have very much mana. And so just isn't really 今のキャノン食えるんだ。9のダメージえぐいな。セジュアに裏から回ってギャンクを狙う。ゼウスクッキーでマナはポッピーが隠れてた。完璧な待ち伏せ。でもミッドソロキルされる。フェイカーのアジールソロキルされた。あれ
So a huge win on the top side of the map. 何があったんだろう。 Still for Bulldog in the mid lane picks up a ton of money. ブッシュの中に隠れられててオールインされたのかな。 Tristana in the mid game in the side lane is going to be a menace. Oh yeah. アジールウルトも残ってるしね。 As well in the top side リプレイが of 見 the たい。 map really hurts that split push win condition. So we got about half of it going well here for Quan. On the other half, T1 feeling very comfortable, especially down here on the bottom side of the map. We're jumping away from the red-white. As Owner here sweeps this out, he shows for just a moment, but the Hex Flash comes in, and it's like the second dude realizes it's too late. いや、ポッピー隠れてたんだね。 Youngjae unable to make anything happen. Then in the mid lane, we'll watch this first-person view here for Bulldog as level 6 is hit for Faker. Does he just flash the Emperor's Divide? He just said わあ、完璧だったね。 Going in for a trade, he said. And Faker actually doesn't ult at all. Yeah, he was trading his ultimate for Faker's life. That's what he was doing. Looked pretty good doing it as well, did Bulldog. トリスターのやっぱダメージえぐいな。 Prowess on this champion, so it might be that he is going to be that win condition that we were looking for. Also, like to add that the bottom lane here for Quantum Freaks is doing a lot better than they were doing previously. You can see there's nothing in it when it comes to CS or anything like that. Of course, T1 still holding their own just fine, but it was a little bit on fire in game number 1. Is now Faker. With this flash still available, might lose it here as フェイカー今度はアルティメットをすぐに使う。セジュワに R フラッシュミスったな。でもこれはさすがにフェイカー生き残ることはできません。 And maybe it's just going to be an error as Dudu does not manage to get the counter strike, gets the body slam out from Zeus. これボディスラムいっちゃいけないんだ。 Slam in response this time, but gets away. But this should still be Herald going over to Kwangdong Freaks here. コンドゥがヘラルドを取ります。その間にボトムレーン、ゼリーフラッシュない。トリスターナ TP もない。ジャックスは TP はあるが、助けに来るのか。 ポッピーフラッシュ9。 耐えられませんでした。これさっきも見たな。ヘラルドはでかいんだけどね、ボトムでダイブされてしまうと今度きついよな。 2 kills going to the Poppy, only 1 to the Aphelios so far in this game, but still, this is a massive lead that you just cannot underestimate the power of. And sure, you got the Rift Herald on the other side, but what T1 gets is much more. As Faker is able to ult away, and the fact that this Glacial Prison doesn't hit is very wild. It looked like it was basically on top of him, but he's able to narrowly avoid it, then tries to go for the execute here and buy some time. Ultimately, still the kill going over to Bulldog, not the Sejuani. And then this from Owner is just so clean. Buckler to start, Taeyun ults here, but look at the spacing from Guma. And at this point, again, we talked about this. The ultimate is good. It splits between the two of them. Owner flashes to make sure he can get that auto off before he's burned down. And then it's just plus 300 extra here for Guma. We talked about the Yuumi just being an extra kill here when those all-ins happen. Just unfortunately a casualty of the dive. Now 15 CS behind. Now that number is starting to become quite significant. Oh yeah, it's started to become a bit of a problem. さっきと違うところはトリスターナミッドが触ってるところか。 Well, it's not okay anymore. It's absolutely the opposite of okay. And you can see Youngjae セジュワに裏から狙う。おお、ケリアがセジュワニのウルトを代わりにフラッシュしてボディーガードしたぞ。 Yeah, and on the bottom side, that was a great play from Keria. Both flashes down now, unfortunately. ミリオがアルティメットがなかったからか。 We'll still be able to try to turn this into a Drake. I think it might be a bridge too far. Guma alone. ああ、孤立したアフェリオスが狙われる。アフェリオスアルティメット赤を使って HP 回復するけど一瞬ミリオから離れたところを狙われた。ゼリユミこれが強いね。ゼリの機動力で孤立したやつを捕まえに来るからな。 But then now Guma without flash just has no way to get out of this one. And Zeus going to pick up a plate here on the top side. This game just this non-stop action is much different from our first series, that is for sure. Yeah, absolutely. But the Drake is still up. We're 11:30 in.
ゼリがワンキルで、さっきの試合ではドラゴンを取れてたんだけど、今回 T1 ドラゴン取れません。ヘラルドも取られちゃいました。ここのリプレイか。これさっきミリオがフラッシュしたところ見たかったんだけどな。また孤立してるアフェリオス。さすがにゼリーアルティメットがないので殺しきることはできません。Gets a warm hug and he'll be all right. As Dudu has pressed his ultimate button, Zeus doesn't have his available. ミッドでヘラルド召喚。今回アジールはルーデンではなく、なんだっけあれ、王冠、硬いやつ、オールインに強いアイテムですね。相手のバーストを軽減する。トリスターナのオールインを警戒してるのかな。グラガスアルティメットを使っていく。ゼリフラッシュして追いかける。テレポートまでしてもらってバックアップも完璧だ。アフェリオスも火力出すけどユーミのシールドとヒールでゼリが倒れない。トリスターナも初手アイテム渋ですか。帰ったと思わせて、あれアフェリオスはもうクラーケンスレイヤーコンプリートしてるからね。ゼリーは多分今トリフォ買ったんだよね。HP さ、ヒールあったから行こうと思ったんだろうけど、ユーミがアフェリオスがチャクラム持ってたので至近距離ではアフェリオスのアタックスピードがすごい速くて返り討ちにしましたね。done so many other things. Now this is where it starts. This is where they get the lead. Taeyun ults here. Red gun just ran out for Guma. When they have so much damage, Bulldog coming in here looking for a reset. He wants so much more, but of course Owner not going to be able to offer anything back. And then this is Guma's reaction. He's like, they're coming on me and LOL. Okay, let's see if Zeus can get out of this one. ゼウス狙われるがうまく返してフェイカーが殺しきれるか。フラッシュをピョンタ。グラガス HP フルだね。ポッピーアルティメット使って、あ、これユーミ途中で降りられるんだ。ゼリは空中にいたけどユーミ落ちてきた。確かに猫は高いところから落ちても着地できる勇士な。正直ユーミはなんか落下死してほしいけど。2 for 1 here in Korea, we like to call a 1+1. Yeah, 1+1. Yeah, I bought a 1+1 Fanta this morning. Every time it's not a 1+1, I just call it a 1+ none. Yeah, it's just a 1. It's very sad. I just prefer not. でもこのアジエルが購入したさ、このアイテムダメージ食らったら発動しちゃうから、スタティックシブで簡単に取られちゃいそうだけどね。ミニオンプッシュしてるときにトリスターナがミニオン殴ったらシブで連鎖して発動しちゃいそう。Well, with this situation here, with all these turrets being traded, you might need some body bags for the Kwangdong side of things. This game is very quickly moving away from them. They're going to try to Hail Mary
ヘラルドだ。さっきからセジュワニがね、すごいスマイトの精度がいいんだよね。チームファイトどうなる。また豚が取った。スマイトバトル強すぎ。グラガスのエンゲージをセジュワニにかわしていく。チームファイトはどうなる。孤立したトリスターナをみんなで狙う。アフェリオスアルティメットからのフェイカーシャットダウンゴールド。しかも帰れないように囲っている T1。ゼリまだウルトを温存している。ゼリユーミだけが怖い。左からフェイカー。ゼリがウルトを切った。ウルトのクールダウンが切れるタイミングを狙いたい T1。 返すつもりはない。一旦距離を保ってゼリのアルティメットを使わせて、ポッピーが壁ドン。猫が宿主を捨てて帰省先を失う。猫もダウン。ファッ。猫の昨日さ、レディットのスレでさ、猫のスキン、寄生虫スキン欲しいよねっていう話題ですげえ盛り上がってた。確かにと思ったわ。売れるかどうかは知らんけど、寄生虫スキンどう？ぴったりじゃん。寄生虫ってどんな見た目なんだろう。Trying to force this fight means it's a guaranteed loss, and if you just walk away, maybe you get some side lane wins later. As we're gonna go back to this moment here, where it looks like an opportunity here to kill that Rocket that was alone, but with the TP here from Faker, you're never really alone. Dudu is so low, instantly killed here. And then just trying to hard force this one. Mission accomplished on the objective. And also Taeyun does a lot of bounce damage in this fight with the help of the Yuumi. But once your engage is gone, you have no ultimates left anymore. トリスターナが一歩前出てきたところを T1 全員で捕まえた。いやー T1 戦い方がうまいね。全方向から入って出て入って出てを繰り返して一人をフォーカスさせない。ポッピーすげえ働いたな。ポッピーのダブルでなんかすげえ弾いてたみんな。Being able to deny the kitty cat so well, but we have to go back to the draft that just did not change. They allowed T1 to pick all of these champions again, and they're just falling into the same traps of game number one. It's not like it's a surprise. Yeah, it's really not. And I mean, again, the one thing you could do differently is just try to avoid fights and try to use the map to pull T1 around with your Tristana, with your Jax. But if you just group on a Herald, they're going to be happy. トータルゴールドは T1 4000ゴールド有利です。このビルドのフェイカーのアジールはナッシャー行くんだね。ルーレンの場合はゾーンに入って、今回はナッシャー。まあゾニはないからエンゲージはしづらいな。いやー、セジュワニの HP 削る削る。セジュワニ行くのか。フラッシュがないので行きませんね。インファーナルソウル、これまた強いドラゴンソウルが来ます。And I didn't really like the idea of running this back. I could tell you didn't really either. We both wanted to see some adaptations, but they ran the early game better than what happened in game one. Things looked better. It's just that コンドゥの構成確かに全員ブリンク持ちだね。そらポッピー刺さるわな。Decision making. You're no longer in CV Max's like step 1 to 12 how to beat T1. That's when things get a little bit shaky for the squad, and it's something that they haven't really grown and improved that much. And yeah, that's why we were zooming on this earlier. The Herald was denied. That's why they didn't get anything out of that objective, which is what they just committed super hard for. 意外とヘラルド時間かかる。I want to see this team learn to adapt, and that's something that throughout this year we haven't seen. We've seen the game plan has changed, but it hasn't been on flexing and realizing, okay, how do we turn this composition around? As Dudu is trying for this. Yeah, he's down extraordinarily low. He's going to go golden. トリスターナが来た。でもこうなるとトリスターナ TP がないですからね。ジャックスが帰ってテレポート見てあげないと。ジャックスのストップワッチ使わせたのでかいぞ。
750ゴールドの価値、2キル半分が無駄になりました。Just drawing all of this pressure. There's not a whole lot of ways to kill him at this point in time as well. Man, he's so far ahead in farm also. 43 CS up, now has his Zhonya's complete and hasn't gone for the tank route. He's actually gone for that more damage route. I believe he had a Sunfire Cape completed in the last game. I do like this in the Zeri when you have the just magic build, which also has Zhonya's, where you're like, okay, I can get in there on top of the Zeri. I've got cooldown boots. I might get 2 body slams off. I could push her away. Same, of course, to be said of the Tristana, who's trying to all into you. You still provide peel when you're not going for the tank build, but you also then have that peel be lethal. You're coming into me, you die. And グラガスがアルティメットでwhen your team is Q を当 ahead, てたね。 you don't need to be tanky because they can come save you. さっきの試合と T1 構成一緒なんだけど、ドラゴンは5分ぐらい遅れてるか。さっきの試合はスムーズに取れてたけど、今回まだ2個しか取れていない。ってことはゼリーが4ドラのタイミングでタイタニック出てもおかしくないですね。アジールクラウンを持ってるから硬いですね。裏にグラガス、トリスターナ無理をしてしまった。バロン行かれます。トリスターナフェイカーをソロキルしたくて、フェイカーのネームバリューにやられちゃった感じはあるな。そのフェイカーソロキルしたいよな、誰でも。ただそれが致命的すぎた。ゲーム時間が伸びればゼリーユーミー、トリスターナでレートゲーム超強いんだけど。これは CBMAX にクソほど怒られそう。唯一育っているトリスターナが死んじゃったらもうゲーム爆発しちゃうね。なんかゼリがすげえところにいる。アジールもやっぱ機動力えぐ。こういうのがあるからクラウンを買ってるんだよね。ダメージを軽減してくれるので2秒3秒。ポッピーもフラッシュしてとどめを刺すことはできたんだけど、グラガスに任せます。ポッピーアルティメットうまく当てる。ゼウスがトリスターナうまく捕まえてきた。3人を引きつける。ミッド&ボトムフリーインヒビター。トリスターナのフラッシュも使わせた。That's another inhib down here for T1, or down by T1, as Zeus is just pushing on the top side. No sums, doesn't matter. Just going to be able to get this one, and T1 kite back to Infernal Soul Point. It just feels like a slow and painful death here for Kwangdong Freaks. They've got a decent amount of wave clear with this Tristana, so it makes it difficult to push further. 変えたのがまあ結構うまくいってたけど、結局ゼリユーミがなダメみたいだ。You had a Jax, you had a Zeri that can comfortably sit in mid and farm, and we could have been looking at a 25-minute mark here where Kwangdong Freaks' late game conditions come online. セジャンのギャンクで1回倒したんだけど、ゼウスのグラガスをバンできなかったのかな。And honestly, like they have so many brilliant tools in those exact situations. And I think this series we have seen Melio shine more than we have in any other moment, right? You can keep people at arm's length so beautifully with the fire kick, as well as being able to buff up Gumayushi to pretty extraordinary levels. Even when he has lower range weaponry, doesn't actually matter, as Ona isn't going to quite find an ultimate there.
仕掛けたくてもミリオのアルティメットあるし、ポッピーの W あるし、ポッピーのアルティメットあるし、アジールもウルトあるし、フェイカーのブリンクを読んでセジュアにウルトを打ったが、フェイカーワンテンポ遅らせてブリンクしたため当たりません。セジュアニがすげえやることなさそう。ミリオがいるところで当てても意味ないし、 T1 も T1 で機動力えぐいからさ。アペリオスにはミリオがついてるし、エンゲージしたくても仕掛けられねえ。死ぬのこれ。ミリオのパッシブがついてるからボーナスダメージがついていってえな。トリスターナ 3-0 スタートからの何もできずに3です。ミッドでアジールソロキルしたけど関係なかった。他のレーンがギャップされましたね。なんと T1 レッドサイドで2連勝。 GG。And owner once again, fantastic game.